セツナとシュユは出撃した。次はお前たちだ。原価コックピットはお前たちの原価コアとリンク済みだ。中に入ったら私がお前たちを空中に発射する。原価コアを持っているのはリーファちゃんだけ。私は持っていないのよ。着地する前に私たちが巨大化できなかったらどうするの？それは私の知ったことではないな。シルビアちゃんは本当に冷たい人だね。罪人に非難されるほど私は落ちぶれていない。私が罪人になったのは無実な人を傷つけたから。これを言うと君も同じじゃない、シルビアちゃん。あの疑似通感覚者は無実なんかじゃない。彼女は加害者になる前に君たちの被害者だったし、彼女の犯罪行為を黙認したのも君たち。どうして今さらいい人に見せかけて彼女の責任を問うようになったの？私とは関係のない話だ。彼女は回収しなければならない。私の質問から逃げているんだよね。二人とも今は喧嘩をしてる場合ではないと思いますよ。ワルキューレのリーファとやら、この二人を連れてきたのはお前だな。それはなぜだ？九州本部と第一研究室、矛盾はないと思うが。なんて言えばいいかな。私もよくわかりません。でもセミューさんがナビゲーターさんに助けを求めたから、私も傍観してはいられないなと思って。馬鹿げた理由だ。そうですか。ナビゲーターさんらしいと思いますが。あれ？電話でナビゲーターさんに助けを求めたのはセミューさんだった。もし私たちが実は過去に生きていて、もしくは生まれてから脳が取り出されてある装置に置かれていたら、セミュー、私たちはどうすればいいんですか？何いきなり映画の回想シーンみたいなことを言っているの？怖いんだけど。どうすればいいんですか？どうすればって言ったじゃない。もし自分はただ水槽にいる脳に過ぎないとわかるくらいなら、私は寝たままでいいよ。あなたならきっとそう言いますね。もっと早く気づけばよかったです。あんた変だよ。いきなりどうしたの？なんでもないです。私は至って普通です。いつも通りです。大丈夫か？どこから湧いてきたの？どこからって、お前を救いに来たんだ。あんたはトカゲさん？なんで変なヘルメットをかぶっているの？あ、首なしライダーのやつだ。お前を捕まえたやつに俺の顔を見られたら困るんだ。なるほど。ていうか、トカゲさんって何？おじさんじゃなかったっけ？おじさんって呼ばれたくないんじゃないの？それとも実はそう呼んでほしいの？トカゲさんも大していい名前じゃないだろう。っていうか、本当に来たんだ。俺を呼んだのはお前だろ？しかも泣き出しそうな声で。
泣いてないから。何言ってるの。アーサーが朝日に向かって死んだ時も泣かなかったし。アーサーって誰だよ。まあいい、行くぞ。現在が来る前に安全なところに行かないと。私たちはきっと助かるって信じてた。アルテア。アルテア。あなたの手をもう握ることはできません。行かないの？まさかここが好きになったの？ストックホルム症候群なの？それはストックホルム症候群って言います。どうして行かないの？わかるでしょ、セミュー。私？あなたならわかると私は思います。わからないよ。いいえ、あなたはわかります。映画のセリフはもうやめて、アルテア。あなたならこの方が好きだと思いました。こんなの独りよがりな遊びなだけだ。コミュニケーションになってない。私たちの会話は最初からコミュニケーションになってません。セミュー、真実から目を背けてはなりません。私の手を掴んでここから出るんだ。彼女たちはあなたがフィクションで私がリアルって言っていました。その理由は、私の情報は全部調べられるもので、あなたの情報は全部偽りということでした。分析はここから離れてからにしよう。推理ドラマは好きじゃないの、ちっとも。でも己を隠したいのなら、自分がフィクションになった方が一番の方法ですよね。アルテアは自分のことを隠すために偽物の2人目であるセミューを作ったよりも、セミューは自分のことを隠すために完全に本物に見えるアルテアを作った方が合理的ですよね。お願いだから、トカゲさん、アルテアを連れて行ってね。彼は言ったんです。あなたを救いに来たって。疑似通感覚者は人の認知と感情を改ざんすることができるのなら、2つの身分も2つの住所もいりません。一緒に生活すればいいのです。セミューとアルテアが一緒に住んでいることなど誰も気づきません。アルテアの両親でさえ知らないのです。よく考えて、あんたは思考しているのよ。偽物なわけがないじゃん。私は思考をしているかもしれませんが、していないかもしれません。私は思考をしているつもりでも、実際はあなた自身の考え、あなたが自分に逆らっているかもしれません。こんなのイカれてるよ。いいえ、これでしかいろんなことを説明できません。根拠はどこにある？彼に助けを求めて電話をかけたのもあなたでした。もし私の方が実在している人物っていうのならおかしな話になります。ちっともおかしくない。そうですね。私もおかしくないと思っていました。何にせよ私、アルテアは携帯なんて持っていないですから。アルテアの両親はとても厳しいですから。アルテアは携帯もパソコンも持っていません。故に彼女の知り得ることはいつもセミューよりは少なく、この都市以外の人とも接触できません。そんなの知ったことか。
あいつら、あんたの両親はそもそもそういう人間だ。私は前から良くないって言ってたはず。そういう設定にしておくと、自分は本当の世界に触れてないことにアルテアは気づくことはできません。彼女はずっと偽りの世界、セミューが現実世界を元に作った幻覚の中で生き続けるのです。もしあなたが偽物で私が本物だったら、説明できないことは多くあります。しかし逆に考えると、もし私の方が偽物であなたの方は本物だったら、説明が必要なことは個人情報の問題だけになります。7年前のことを話しているとき、あなたはあのお嬢さんの言葉を遮って話題をそらしたのも、その日に何があったのか知っているからですよね。あなたの社会的な自我、あなたの分身で選別された記憶で捏造したアルテアは、その記憶を持っていません。どうして。どうして言い出したの？どうしてそう思うの？どうして私の手を握らないの？だって私は真面目ですから。何が真実で何が偽りなのかが知りたいのです。本当のことは必ずしもいいことじゃないのに。夢だと分かったら、私はきっと目覚めたいと思います。本当に変な感じです。思考をしているのに、喋っているのに、やりたいことがあるのに、私はいつにもなくはっきりと知ったのです。自分は偽物であることを。その必要はどこにもないよ。ここから離れればいい。私たちは以前のように生きていける。あなたはいつもそう。いつも夢の中に隠れたいんですね、セミュー。夢に隠れたっていいじゃない。誰の迷惑にもならないし。あなたは自分の夢を続かせるために、自分がこの明晰夢を見続けるために、ずっと他の人を傷つけています。あの夫婦も、私たちの同級生や先生たちも、それと私、アルテアも。私は誰も傷つけるつもりはなかったの。私たちの方こそ被害者なのに。セミュー、あなたは確かに被害者です。でも、その同時に加害者であることも認めなければならないのです。さようなら、セミュー。もう会えないかもしれないですね。
人生の残りの挨拶を全部ここで済ませよう。こんにちは、こんばんは、そしてこんな時に映画のネタはやめてよ。全然笑えないし。行こう。現在が来る。安全なところまで撤収しないと。現在。トカゲさん、もう一度手伝ってくれないかな。お願い。これは最後の頼みだから。何の頼み？私は巨大化したい。